こんにちは。お元気ですか？今日は10月の2日水曜日ですね。もう10月になってしまいました。今年が9ヶ月間終わってしまいましたね。早くてびっくり。もう12ヶ月中の9ヶ月終わってしまったと。4分の3が終わっちゃったっていう計算になりますよね。もう半分以上、半分っていうか4分の3だから、75% か。もうかなりもう終わりに近づいてますよね。75% も終わってしまったなんて。あと 25% を今年はあと 25% を過ごすっていうことになります。後半戦はね、涼しい秋から寒い冬っていうことでね、また美味しくてあったかいものとかをね食べながら、マイペースで生きていこうかなっていうふうに思ってます今日あたりからね本当に気温がすごく下がったりとかしましたよね。朝ね今まで通りショートパンツと短パンと半袖の T シャツ着てたんですけど、なんかじっと座ってたらね、あれなんか結構今日寒いなとか思って、こうごそごそと七分丈くらいのスウェットパンツにね履き替えたんですけれども、それでね上もちょっと寒かったんでね、春とか秋とかのねちょっと薄めのカーディガンを羽織ったりとかしたんですけどねそんな感じでね今日着てる色合いとかがすごいことになってるあのあさらにね朝方そうそう靴下も履いたんだわ。で靴もね靴もじゃないや靴下もこう薄いやつじゃなくてね、ちょっと足首温めたいなと思って少しこうボアがついてる、ボアっつっても表面についてるだけだからその素材自体はそんなに熱くないんだけど、そういうややあったかめの履いちゃったりとかしてなんかもう色合いとかもね季節感とかもねすごいことになってるっていう。一人暮らしでね家で過ごしてるとねこういう着てるものがね組み合わせとかがもうめちゃくちゃになってるっていうのは結構あるあるだと思うんですけどもね。ただ自分としては結構着心地がいい着慣れたものを選んでるのでね、マイペースで今日も過ごしております。今日はねコーヒー飲む予定は全然なかったんだけど、思いのほか今日涼しかったんでねホットコーヒーが飲みたくなっちゃいましてね、あったかいおコーヒーがね。それで急遽コーヒーを入れて飲んでみました。でねこの今日もね動画アップするかどうか迷ってたんですけど、なんか昨日まであんまりこう喋る気も起こらずというか特別ネタもないしねみたいな、ネタはいつでもないんだけどそれどうしようかなと思ったんですけど、今ねちょっと気分転換に喋ってみようかなと思ってこうやって動画を撮ってます。そうそう、昨日の夜にね友達からちょっと宅急便が届いたんですよ。あの結構今でも結構っていうかずっと仲良くしてる友達の一人なんですけども、新潟に住んでて、私が住んでるところからもねそこそこ遠いんですけれども、なのでちょくちょく会ったりとかはしないんですよ。お互い何かの関係でそれぞれの家の近くというかこの近県とかにね行った時に時間があれば会うくらいな感じなので、1、2年に1回会えばいいかなくらいな感じなんですけども、そういう感じの友達ってね結構なんて言うんだろう、逆に長く続くというか、それでなんていうのかな、なんとなく嫌いとかじゃないけど疎遠になった友達とかも結構いるので、その友達とはね、縁もあったのかなっていうふうに思います。あとねもう一つおそらくこうやって友人関係が遠く離れて住んでても続いてるっていう理由の一つにお互いね手紙を書くのが好きっていうね、いわゆるペンパルとしてのね付き合いもあるっていうのがあると思うんですよ。もう今時ねもちろん LINE とかでもやり取りはするんですけども、そういうなんか普段のちょっとした連絡とかそういうのとは別に、なんか気分転換になんか手紙書きたいなとかいう時があって、あの
その時にねちょうどなんとなくその相手の子もね手紙を結構書くタイプの子だったので、お互い LINE とかで連絡は全然できるにもかかわらず、なんとなく今思ったことじゃないな、最近こうだよとか元気みたいな感じを手紙で書いて出すっていうお遊びみたいな感じなんだけど、そういうのね20代の頃からね結構ちょこちょこやってまして、20代の頃からって私今47歳なんだけど何年やってるんだって感じで、まあだから20年弱ぐらいかな。私が結構20代後半くらいな時に知り合ったのでね、そんな感じでたまに年に1、2回かな手紙とか出すような関係ですね。でたまにねお互いなんかこれいいものあったなとかね、食材とかね食べ物とかお菓子とかね、そういうのとかをちょこちょこっとついでに送ったりとかで、その子がさっきも言ったように新潟に住んでいるっていうのもあってお米どころですよね。お米を今回送ってきてくれたんですよ。そうすいません、宅急便が届いたって言って何が届いたのかちゃんと言ってなかったですね。お米を送ってきてくれたんですね。ちなみにですね去年もね10月だったと思うんですけどお米を送ってきてくれて、その時もね前のチャンネル全チャンネルでそのお米をもらって喜んでる様子とかはアップしたんですけど、あれどうだったかな、この新しいチャンネルでも再アップできたかな。それこの新しいチャンネルを始めた時にマイチャンネルのデータが残ってたやつだけはねアップしてるんですけども、その去年のその10月のあれがもしかしたら再アップされてるかもしれないですね。ちょっとチェックしてないと覚えてないんですけど、いいや、とにかくねお米を送ってきてくれたんですよ。でお米以外にもちょっとしたそっちの方のお菓子とか、あとリンゴもね送ってきてくれてましたね。なんか新潟なんだけど長野に行った買ったみたいなのが手紙がね入ってたんでね、とってもありがたいことでございます。この動画では常々よく言ってるようにですね、私は今ちょっと無職生活をしておりまして、貯金を切り崩して生活をしてるんですね。なので正直このお金に余裕が全然ないんですよ。余裕が全然ないっていうか、その貯金の切り崩しが私のライフポイントみたいなものなので、その貯金がなくなってしまった時にさて自分がどう行動できるかっていう感じで、できなかったらちょっとゲームオーバーなんですけど、私の人生が、そんな感じでねお金をねこう自分の本当に衣食住の生活以外に使うことがねちょっと怖いっていうのがあるんですよね。でそのある程度ね自分のこの貯金がゲームオーバーになるギリギリまではこういう感じで生活しようっていう風に私は今決めてて、ちょっと自分で毎日いろいろやろうと思ったことをやって無職のまま過ごしてるんですけども、今年いっぱいはねこのまま無職のまま絶対に行くと思うんですけれども、そんな感じでねその本当に生活に必要な食費とか家賃とかね、それ以外にお金を使う気が起きないんですよ。なので去年もねその子にお米を送ってもらったりとかはしたんですけども、その何ヶ月か後にねお返しとしてこの辺の地元の食材とかなんかお菓子とかそういうのを詰めて送ったりとかしたんですよ。でもねちょっと今完全無職生活に入った今となってはちょっとそれをしてしまうのが怖いんですよね。その子にお返しをしたい気持ちはすごくあるんですけど、なんていうかねちょっとこうできんなと思ってそうだからちょっと前に34ヶ月前かな、そんな前じゃないか、2ヶ月くらい前かな、その子にちょっともうお米とかね本当にありがたいけど送ってくれなくていいよって連絡をしたんですよ。ちょっとそう連絡するのにもどう言ったらいいんだろうっていうのをめちゃめちゃ悩んだけど、でも私今ちょっとお返しできるメンタルじゃないと思ってで私の内心ではね自分がいつか生活を立て直せたならばその時にちょっとずつ
すごくお礼としてその金銭の問題じゃないんですけども、気持ち的な意味も含めてすごくお礼もしたいし、その気持ちも伝えたいっていう感じはあるんですけども、とにかく今お米とかいろいろ送ってもらっても私がお返しできる感じじゃないので、そういう感じじゃないから送らなくていいよっていう、そういう理由は言ってないんですけども、だからちょっと送ってくれなくてもいいからねみたいなのはちょっと言いにくいんだけど、そういうの連絡しといたんですよね。でも今回送ってきてくれたので、それはもちろんありがたくいただいて、私としてはね、ちょっとずつ自分が生活を立て直せた時にこのまたお返しがしたいなと、それを私も楽しみにというか励みにして今日も一日頑張っていこうみたいに思ってます。でちなみにね、その子の送ってくれるお米はやっぱり去年も食べたけどね、とても美味しいので、今年もねそのお米きっと美味しいだろうなって思ってね、食べるのを楽しみにしてます。でね、この動画でもちょこちょこ言ってますけど、私はね基本的に三分好きのね玄米に近いものを食べてはいるんですけども、この白米とかはね特別なご馳走として別途食べるような感じになりますので、白米食べたり、この三分漬けのお米を食べたりとか、その時の気分でね混ぜながら食べていきたいなと思ってます。あとね、白米を使ってちょっとしたお団子とかね、そういう風にスイーツっていうかお菓子じゃないね、おやつとかも作って消費していけたらいいかななんて思ってますね。あんことかきな粉とかね、そういうベーシックなお団子に合うようななんかを簡単なの作りたいなって思ってます。でお米といえばね、最近はちょっとした令和の米騒動があったというか、過去形なのか今も継続なのかわかんないですけど、最近はねスーパーにも新米出てきて、おそらく全国的にねもう米が買えないっていうところはなくなったんじゃないのかなって知らんけど思ってるんですけども、あのその昨日送ってきてくれたね、その新潟の友達の来てくれたお米もね、ちょっと手紙に書いてあったんですけども、今年はねちょっと新米が手配できなかったっていう風に書いてるんですよね。でなんかねその手紙によると今年は雨が多かったとか書いてあったかな。ちょっと待ってくださいね。なんて書いてあったかな。8月半ばから雨が多くなって、いまだにコシヒカリの収穫が終わってないって書いてあるね。で、稲が雨水に浸かってしまうから穂が腐ったりして、どうも今年はちょっと不作っぽいみたいなことが書いてありますね。だからその新米を私に送りたかったけれども、ちょっと今年はね去年のお米でごめんねみたいなことが書いてありますね。そうそう。ただねこういただくお米、その実際の農家さんとかその関係者の方からいただくお米、つまり市場に出回ってないお店で買うやつじゃないお米、こういうもらったお米っていうのはさ、大体等級がねすごくいいものっていう風に聞いたことがあるんですよ。聞いたことがあるっていうか YouTube で岡田敏夫さんが言ってたのを思い出したんですけどなんか世の中のね等級が高いお米、一級とかね、一級一等かとかのねお米とかってあんまり市場に出回らないっていうんですよ。っていうのも農家さんがご自身で食べたりとか、親戚とか、ご近所とかのお知り合いにあげたりとか、そういうお米は一番いいやつを使うと。でその次のものを市場に出すみたいなことを岡田敏夫さんが言ってたので、だから本当に美味しいお米はもらったお米というか、実際の市場ではなかなか入手がしにくいっていうのかな、なんかそんなことを言ってましたね。へーって思ったんですけどね、なんかこうイメージ的には一番いいやつをねお金稼ぐためにね高値で出してみたいな、そういうイメージがあったんですけど、その岡田敏夫さんの YouTube ではね一番美味しいお米は
この親族とかね、その周りの人たちにあげるお米って言ってたんで、だからね、そういう理由かどうかは分かんないですけど、去年もらったお米もすごく美味しかったし、手紙に書いてありましたけどね、このお米送ってくれたやつ、等級の方は未検査なんだけど多分一等だと思うしみたいな、それがその関係者のね、彼女たちの入手する米っていうのは当たり前っぽいので、多分送ってくれたお米もね、とってもいいお米なんだと思います。なのでね、美味しくいただこうかなって思ってますね。すいません、今ちょっとね体勢変えてベッドにうつ伏せになったんですけど、なんかね、最近ずっと座ってるもんだからお尻が痛くて座ってると、どうなんだろうこれ、お尻の筋肉増やしたらそれもなくなるのかな。ちょっと場合によってはちょっとケツを鍛えるかもしれません。お尻が痛いんでずっと座りすぎて、秋といえばね、いろいろ食欲の秋とかね、読書の秋とか言われますけど、秋になってきたなーって思うと何が楽しみかなーってついつい考えちゃうんですけどね、やっぱり食べ物ですよね。とりあえずはこの味覚の秋というか、身近なところだと、芋栗とか柿とかですよね。これは昔からある、さつまいもなんかね、もう夏のくらいからちょっとずつ出始めた時から食べてますし、栗はね若干調理がめんどくさいんで、自分で買ってっていうのはなかなかないんですけどね、柿とかは結構定期的に買いますね。子供の頃は柿の美味しさが分からなかったわけですけど、大人になったら柿の美味しさがすごく分かって、結構売ってたら買っちゃったりとかしますね。あと読書の秋とかも言いますけど、なんで秋が読書の秋なんだって思いますけどね。やっぱなんとなくいろいろ休む時期なのかな。もしかしたら夏の疲れが出たりとかする時期でもあるので、ちょっと家の中でちょっとインドアを楽しむっていう、そういうのにいい時期なのかもしれないですね。ちょっと小休止というか、急にね気温が暑いところから急に気温下がったりとかするので、体もねちょっと自律神経乱れたりとか、ちょっと体調を崩しやすい時期でもあるんで、ちょっとあったかいお茶でも飲みながら読書でもちょっとしましょうかっていうようなイメージがあるのかもしれませんね。あとはそのね、ちょっとキャンプとかに行ってね、落ち葉で焚き火を焚いて焼き芋を焼くとかなんかね、秋って焼き芋っていうイメージがしちゃうんですよね。この落ち葉で焼き芋とか、多分子供の頃とかのね絵本とかでもそういうのを見たりとか、そういえば国語の教科書でもありましたね、そういうの。何年生の時か忘れちゃったけど、落ち葉を集めてそれで焼き芋をするっていうような国語の教科書の何の話か分かんないですけど、そういうのを読んだ記憶がありますね。かなり低学年の頃のそういうあれですけれども、そういうのもあってね、秋はね落ち葉、それで焼き芋みたいなねイメージがあるのかもしれません。ただね、それは昭和生まれの、昭和を子供時代で過ごした私のイメージなのかもしれないですけど、今の子はね落ち葉で焼き芋するなんてね、わざわざキャンプとかに行った特別なイベントじゃないとないっていうかね、日常の風景ではないですよね。そうそう、落ち葉でね、なんかそういえば落ち葉といえば、この秋って英語でフォールっていうじゃないですか。ウィンターじゃないや、オータムか、オータムとも言いますけども、オータムの他にもフォール、多分イギリスと英語でどっちかがどっちかだったと思うんですけど、ちょっとどっちかは忘れちゃったんですけど、オータムの方が一般的なのかな。でもフォールとも結構言いますよね。でなんかこのね、フォールって落ちるっていう意味もあるじゃないですか。で上から下に物が落ちるとかの落ちるね。なんでその落ちるが秋なのかっていうと、これなんかで昔読んだんですけど、
あの落ち葉が落ちるからその風景が秋だっていうことで、その落ちるフォールが秋っていう意味になったらしいです。ちょっとなんか日本とイメージが似てるなって思いました。なんかちょっとアメリカだかイギリスだかどっちだか忘れちゃったんですけども、落ち葉があるのが秋という感じですね。フォール、落ちるのが秋フォールってそのフォールで、そのスペルのフォールでよかった。いやでもそうですよね。そういう由来を覚えてるってことはそうですよね。そうそう、ウォーターフォールとかのね、フォール、滝とかもウォーターがフォールするからウォーターフォールなんだと思うんですけど、そうそう、その落ち葉が舞う秋ですけれども、今年の秋はね、まあ春も夏も秋も、ずっと今年もっていうか、何年かこうやって家に引きこもってるわけですけども、たまには散歩したりとかして、ちょっとはね少し外に出たりとか軽く運動したりとかねしていきたいなとは思いますね。秋はあとはあったかい飲み物とかが美味しいですよね。なので今年は甘酒とかね、最近ちょっとハマってたんでね、今度は甘酒の素をお湯で溶いてホット甘酒とか飲むのが楽しみだなって思いますね。そういえば友達で甘酒とかね、酒粕買ってきて普通に自分で作るって言ってた子もいましたけど、作ってみてもいいけどめんどくさいからね、ちょっとやる気になんなかったけど、作って結構保存が効くのであれば、毎日飲むんだったらね、そっちの方が美味しいだろうし、ちょっと試しに一回作ってみたい気もしますね。それですごく簡単だったらね、作るのを習慣にしちゃった方が楽だったりすることもあるだろうし、あとはね、自分好みのね味とか美味しさとかになったらいいなって思うしね。そうそう、そんなことぐらいですかね、秋の楽しみは。あと読書とかね、最近はちょっと本とかにお金を払うことがなくなっちゃったんであれですけど、でもちょっとじっくり本とかも読みたいですね。最近は意外とね、ちょっとそういう漫画とか本とかもね、なかなか夜読む時間がね無職のくせにねなくてというか、なのでちょっと甘酒飲みながら読書とかね、いいなっていうふうに思いますね。で今年じゃないけど、来年とかくらいにはもうちょっと活動的になって友達とかとどっか出かけたりとかね、そういうのができたらいいなとはね思うんですけどもね。そんな感じで2024年ももう10月になりましたと。なんかもうすぐ今年が終わってしまうなって思うとね、ちょっと感慨深いというか、たまにスーパーとかでね豆乳とかを買おうとした時にね、賞味期限がもう来年とかになってるとおって思ったりとかしますね。そこぐらいでしかね、ちょっと何か時の流れを感じられない、この行動範囲が家とスーパーのみみたいな感じなんですけども、それでもね普通に今生きてますので、そんな感じで、急に寒くなってきましたけども、お腹とか冷やさずにね健康でいきたいなって思います。それではまた。